。はい、今回これ20ソーラですよね、これそうです。のツインターボなんで、グレード的には L でしたっけ？ツインターボ L ですね。ツインターボ L ベースは。ツインターボと言いながらも今シングルターボでしたっけこれ？そう。本当は 1G エンジンが乗ってるんですけど、これは今 1JZ が乗っていて、だいたい馬力でいうと今どれぐらいでしょうか560ぐらい。560。このボディによく560馬力耐えられるなと思うんですけど、いろんなオーナーさんの過去とか教えてもらえたら嬉しいんですが、これいつ買われたんですか？この車両を買ったのは12年ぐらい前かな。でもソアラ自体は18からずっと乗っててじゃあもうずっとソアラが大好きで。そう、これ6代目。6代目ですか6代目なんですよずっと20が大好きな。ずっと20で、最初 7M だったんですけど、はいはいはい、結婚して1回手放したり、また買い戻していいってまた手放してみたいな。何度かそのライフイベントがあるたびに売っては買い戻してみたいな。そうそうそう。すごい。じゃあこれはもう自分がやってきた最終形態の20っていう感じですか？そうですね。まず色からしてありえないぐらい綺麗なんですけど、これ純正色って伺ってるんですけど。そう、これ純正色のシルキーパール。シルキーパールプラスツートンカラーになってるんですね、これ。そうですね。大体こういう古い車ってこういうところがなんか黒くなったりとか、この辺がちょっと割れてきたりするんですけど、オールペンしてるからもうめちゃくちゃ綺麗と言いますか。そう、去年の5月にね、クリーンカルチャーっていうイベントがあって、それに出すのに塗ったんだよね。全部やり直して。そうすごい。まだヘッドライトもこんなに綺麗なやつまだあるんですねというぐらい。一回磨いてクリア吹いてみたいな。はいはいはい、うん、でこの辺のフロントバンパーで何か追加してる部分ってあるんですか？70のスープラリップ N スタイルさんの出してる20用のやつで、70用だともっとねケツが長いんですよ。20用で設計してあるから後ろも FRP で、蓋してあってね、見た目がいいんですよね。見た目すごいいいですね。これすらないですか？結構低いですよねこれ。あんますらない。あんますらないですか？で、あとこのトラストさんのインタークーラーですか？そう、トラストのインタークーラー。トラストのインタークーラー、またこれどでかいのと、あとナンバーがこれ今ね撮影用でちょっと裏ベタしてありますが、すごいですね。ここから吸ってそうですね、吸えるように。あとこの時代のやっぱこのグリルもかっこいいですね。やっぱこのソアラのグリフォンマークが最高ですよね。これ最高です。最高です。本当にかっこいい。あとフロントで言うとそれぐらいですかね。特にボンネットを加工してるわけでもないです。もうない。じゃあこっちのサイド、このフェンダーもホイールがとんでもないサイズが入ってそうなんですが、これまずどれぐらい入ってるんでしょうか？これフロント 9J、リア 10J。リア 10J。多分これオーナーさんからしたらみんなこんなの入るのって思ってるかもしれないですけど、これフロントも出てるんですか？一応前後15から20ぐらい出したらこれもワンオフでワンオフですごい。であえてこのホイールが AVS のモデル6というこのまた当時感のある、当時物のね今はないですもんね、これ時代に合ったやつを。時代にあってでキャリパーはあえてこれはセルシこれはオ30のセルシオ用を流用してってそういう感じですかね。はい、そしてこの走る気満々のタイヤが 71RS という。これぐらいのねタイヤじゃないとまっすぐ走んないから。そうですね。ちょっと後でエンジン見せたら皆さんお分かるかと思いますが、あとサイドステップとかも特に純これは正ですか？純正のエアロ。はいはい、純正で十分かっこいいですね。20のエアロはカクカクしててかっこいいですよね。カクカクしてかっこいいですね。このアンダーも全部純正ですか？そう、アンダーも純正。かっこいい。でリアがこのご自慢の 10J のサイズが入っている。リアこれどうやって出しちゃうんですか？これなんかすごい自然で全然わかんないんですけど。叩き出しなんだけど、このプレスラインははいはいはい、残したまんま。多分みんなそれをどうやってやるのか気になってるのかもしれないですけど、あそこはね、はいいつも出してる J ビートさんがね、得意なんですよ。すごいですね。普通はここがちょっとまん丸になっちゃってそう丸くなっちゃうんだけどねなくなっちゃうんですけど、これはちゃんと爪の跡もちゃんと残ってるところがすごいな。あとやっぱこのテールもこの時代にあってめちゃくちゃかっこいいのと、マフラーがこれご自慢のやつですよね。そうこれは DDRA の刻印入りのやつ。これももう世界に何本あるのか分かんないような。今あんまりはい持ってる人いないんじゃないかな。こうやって販売されてたんですか？これ昔はショップで販売してたんだけど、 RRC のドラッグレースに出る人じゃないと多分つけてなかったと思う。すごい。超ピカピカなんで、なんかどっかに眠ってた在庫なんですか？これは。これ眠ってた在庫。あ、在庫なんです。すごい。中間がこれツインで来てるんでしたっけ？そう、すごい。下をすらないように。あ、なるほど。腹下が低くなるんでそう避けてあるんですね。この20ソアラと70はね、はい。車高を下げるとマフラー必ず吸っちゃうんですよ。これだとそんなすらないですよね。これはすらない。まず溶接が綺麗ですね、めちゃくちゃ。うんすごい。そしてあとこれちょっとご自慢のトランクルームをちょっと見せていただきたいんですけど、トランクルーム。このまたトランクルームもかっこよくて、これやばいでしょ本当に。これはもうあくまで合成を上げるために。そうですっていうかねね、ボディがとにかく弱いから。でもロールバーは組みたくないし。あ、ロールバー組みたくないんですね。組みたくない。
そう見た目的な見た目的ちょっにこの車でガチガチなロールバーも似合わないかなみたいな。とまあそうですね。これだとこう開けないとわからないというか、あとはキッカーさんのオーディオも全部なんかこうまく綺麗にインストールされてて、デトニングも全部してあるんですねこれ中。そう全部デッドニングしてある。お逆に重くなっちゃってるけど。ただオーディオも聞いてて楽しい方がいいと思うんで。そうですね。あとはこのバッテリーボックスの移設は何か理由あってやられてるんですか？エンジンルームをスッキリさせるため。あそういうことですね。これもともとフロントにあるんでしたっけ？フロント。あじゃあ全部配線引き直して後ろに持ってきて。そう引き直してもらってすごいなこれ。バッテリー後ろに持ってくるだけで車の跳ね方が全然変わりますよね。後ろが抑えられてフロントがちょっと軽くなる。前が軽くなる。やっぱ全然違う。ここまでやる人なかなかいないと思うんですけど、あとこのボディの綺麗さどうやったらこんな綺麗に維持できるのかっていう感じなんですけど。これは車庫保管だけど愛しかないよね。愛しかないですね確かにちゃんとここまで拭かないと絶対シミだらけになりますから。すごいですよこれ。愛しか感じないよね。いやーすごい。あとゴムボール類もこんなに綺麗なソアラ本当見たことなくて、すごいっすよこれ。超綺麗。大体この辺がもうちょっとガビガビになっちゃってそうですね。っていうのが多いんですけどね。あとこの可愛いガチャガチャのコピーねあれ可愛いですね。じゃあちょっと車内いいですかこれ。あどうぞ。まずこのドアノブからね、もう今こんなデザインないですもんね。ないですね。ないですねこれは。当時感あふれる車内装といいますか、これも超かっこいいし、全部綺麗すぎてちょっとびっくりするんですけど、まずやってることというと、これってマニュアルあったんでしたっけ？マニュアルの設定はあるんだけど、はいこれに載ってるのは110系のミッション。そうか、エンジンも乾燥しちゃってるんで、それ用にってことですね。すごいなこれは。レカロもこれ SR4 とかですかね。3じゃない。3これ内装張り替えてるわけではないんですか？ここそう張りえ替えてるわけじゃなくて、リミテッドって内装本革なんですよ。めちゃくくちゃ高級感ありますよ。ツインターボだとモケットなんだけど、リミテッドのリアシートを買ってきて全部こういうところも移植したの。あ移植してあるんですね。これはすごい。結構ふかふかそうですもんねこれ。ソファーみたいな。あとはここのフロアバーが入ってたりとか、かなり走った時に合成があるような。そこはね入れたらかなり変わりましたね。こう変わりますか？全然違う。もともとボディが弱いからね。一つ入れただけで激変するみたいな。激変する。ハンドルがこれトラストさんから出てるやつですか？そうカーボンなんですよこれ。そうカーボンとのコンビのやつがかっこいい。であとメーターとかもちょっと今風のデザインも入りつつ、これデフィのこれデフィのやつですね。 A1 とかですね。あとこれなんですか？こんな時代からこれありましたっけ？いやそれはね古くなってくるとキーシリンダーがいかれるんですよ。ああはいはいはい。それなんでもうプッシュスタートに変えちゃったこれもワンオフとかでやられてるんですか？これそうですね。すごっ。ちょっとこれ触らせてもらっていいですか？あどうぞどうぞ。あいいですか？これなんかドキンじゃないかなっていう。ドキンじゃない。グローブも最後は出てくるんですよ。グロボックスなんかちょっとグロボックスがすごいらしいんで。おあフルコンここに入ってるんですね。そこにメーターを埋めちゃったからそうですね。確かにこっちに行ったやつをこっちに移設して、すごいなんか全然いじってる車にはあんまり見せないような作りがお好きなんですね。そうですね。これどうやったらエンジンかかりますか？ブレーキ踏んでプッシュスタート。おおすごっ音もめちゃくちゃいいし、これクラッチも変わってるんですねこれもね。すごい。あとこのメーターがかっこよすぎませんかこれ？純正メーター。純正メーターがスペースビジョンメーター。スペースビジョンメーター。これまだ S2000 が出る前のほんと初期ですよね。そうそう初期。すごいかっこいい。これはやばいな。ちゃんとオーディオとかもやられてるんでまた超綺麗な。そうですね。一通りはやりましたね。ちょっとこれはエンジンルーム見せてもらっていいですか？どうぞ。なんか音が明らかに 1G じゃない音がドンと。これはやばいっすね。これもうワイヤータック仕様になってるんですね。そうですね。そうですよ。この辺ももうかぶしちゃって、あとは電スローに変えればそのワイヤーがなくなるかなみたいな。ここはまだスロットルワイヤーになってるんで、そこを電スロー化すればこれもなくなり、そうですね。もっとスッキリすると。あとここのボックスはあれですか？純正のボックスをきれいにするためにとかそういう感じなんですか？この辺のヒューズボックスとかを全部移設全部こっちに持ってきてそれを隠してある。お引っ越し。お引っ越し。そんな簡単そうじゃないお引っ越しですが、これは超綺麗。エンジンルームは全部塗ってあるんですねこれは。塗ってあります。すごい。あとこのエンジンですけど、これ 1JZ のチューニング内容的にはどんな感じですか？いやカムが入ってるぐらい。カムが入ってるぐらいとか言いつつ、このサージタンク全然違ったりとか。これはね、変えたらかなり馬力が上がった。これ何用の 1JZ 用なんですか？ 1JZ 用なんだけど20ソアラには入らなかった。入らなさそうですね。もうこれここもギリギリですからね。そうで加工してもらって短縮してそうなんとか入るように。そうですよね。
どこの家事タンク入ってるんですか？これはね多分外人のやつ。外人のやつ。すうんごいな。であとはこのパイピング類もちょっと塗ったりとか。そうですね、この辺はみんなアルマイトかけて。でこの茂木モーターズさんが全部やってもらう。地元の先輩なんですけど。あ、地元先輩なんですか？そう先輩すごい腕の持ち主ですねこれまた。でこの J ビートさんっていうのもはい地元の後輩、あ、後輩さんなんです。じゃあもうなんかお仲間内で出来上がってるような。そう全部ねオーディオも地元の先輩にやってもらってみんな地元で車を作ってる。じゃあなんかもう仲間内でこういう車完成させてたら売れないですね。もうここまでやっちゃうと。まあ売れないですね売れないですね。カービンもこれ何が入ってるんですか？ GCG の G35770。許容馬力は650ぐらいまでマックス狙おうと思ったらいけるんですかね？全然出ちゃうみたいだけど。めちゃくちゃでかい。駅間にも変わって、うんあとこのパイピング、これ皆さんやりたい人多いかもしれないですけど、これどこでやってもらえるんですか？これ茂木モータース。あ、これも茂木モーターさんでやってもらえるんですね。これはでもちょっと音聞きたいけど、ここで空ぶかししたらとんでもない音量しそうなんで、どっかでね撮れたら面白いんですけど、あとエンジン内容的にはじゃあカムが入ってエンジンやり直してフルコンにしてやってミッション乗せ替えて、あとデフとかも入ってますか？デフはクスコ。あ、クスコさん 1.5A とかですね。そうですね。わかりました。じゃあこれは多分走りが気になるんでぜひ乗らせてください。はいどうぞ。じゃあお願いします。ありがとうございます。あ、全然乗りやすいですねこれ。カーボンツインはやっぱいいよね。あ、カーボンいいですよねやっぱり。ん乗りやすい。すごいこれ04仕様なんですか一応？何仕様なんですか？もう自分のやりたいことをやってるんだと。そうただのストリートストリート仕様お買い物に行ける仕様。サーキット仕様ではないですね、あくまで。そうサーキットもね走ってみたいんだけどね、はいはいはい。いやもうこれちょっと部品がなさそうなんであんまり壊しちゃうとまた大変そそううだな。なんだよね、部品が出ないから。そのワンオフで済むものであればいいんですけど、タイヤも 71RS なんでそこそこ食うだろうと。ああ、これめちゃくちゃ楽しいやつですねこれ。結構ね上振りになっちゃったんだけど。そうですね、結構上寄りですね。うん3000、4000ぐらい回さないと。うんただ回すと面白い。これ街乗りお買い物かですか？そうお買い物孫にも乗ってもらわないと。いやーすごいな。ゲートが開くとすんごい音しますねこれ。ゲートうるさいね。ゲートうるさいですねこれ。ゲートうるさい。うわ乗りやすい。うわ全然怖くないですね。うんこういうチューニングエンジンって結構乗りにくいなって思う人多いんですけど、ん全然乗りやすい。そう意外と扱いやすいと思う。扱いやすいですね。うん上回したらとんでもない馬力ありますねやっぱり。やっぱ昔とねコンピューターのセッティングの仕方が違うからね。そうですね。でもすごいトルクだこれ。いや面白い。面白いでしょ。確かにこれちょっとドラッグレース寄りなのかなっていうような、うんちょっとセッティング的にそんな感じします。そうですね。まあ、04やってるところがあればねそうですね走ってみたいけど今やってないからね。もう今厳しいですよね。うんもう浦安とか昔結構やってたイメージですけど、今どこも走れない。あと意外にここまでやって乗り心地いいのが面白いですね。結構いいでしょ。結構いいですね。あ、足がこれ何入ってるんでしたっけこれ？これは車庫長はクスコ。クスコですか？すごいなんかもうあとはプリロードをね何度も調整して。いやこれは相当セッティングしてないとこんな感じにならないだろうなっていう。うわブレーキもちょっと効きすぎるぐらい。そうなんだよね。こんな効くんだ。ちょっと効きすぎる。うわデフも気持ちいい。結構曲がるでしょ。めちゃくちゃ曲がりますね。確かに多少のこのボディの弱さは多少ありますけど、でもフロアが結構しっかりしてるんで全然怖くないですね。そうやっぱね補強入れてからコーナーが怖くなくなったね。すごいこれこんな楽しいんだこれ。確かにでもこの下の3000とかはそんなにね下級が回らなければうるさくもないし、トルクもちょうどいい感じで乗りやすいですね全然。
そう意外と乗りやすい。意外と乗りやすい。ただこの3速とかでブワッと踏むと7000ぐらいまでね引っ張るとそうですね最高だよ。ここまでエンジンやっぱ大きいと多少フロントヘビー感はありますけど、全然気にならないですよ、ここまでパワーがあればあとはこの間入れたやっぱスタビが効いてるのかな。あー確かに仮面すごいしっかりしてますね。仮面がもういや気持ちいいなこれは。最近こういう楽しい車少ないじゃないですか。ねえ減っちゃったよね。ドッカンターボな車っていうよりか最近頭のいいタービンばっかりで、うん下からもあるんですけどそう上もちゃんとあるっていう。下も速くてね上も速くてってはい賢い車が多いからね。ただこういうなんかワクワクするようなエンジンじゃないなというか、うんもちろん今の方のエンジンの方が速かったりはするんですけど、トータルで考えると、いやトータルでね見れば間違いない。いやただやっぱこの昔のねチューニングカーみたいなそうですね加速がやめらんないんだよ。これやめられないですね。もうゲート開いた瞬間のこのボーっていう感じがめちゃくちゃ気持ちいい。ここまでやるのもすんごいお金かかりますよね結局かかったね。これ多分車今大体これ相場が綺麗なやつだと350万とかしてるんですよね、これまずベースが、そうですねはいうんベースはね。ただ買った時はこれ25万だから25万ですか。25万すごい。友達が乗ってたのをね、は無理やり奪い無理取ったみたいな。買わせろとそうで 1G のオートマだったんだけどそこからコツコツ。すごいなこれ。25万で譲ってあげた人もここまでやってね長く乗ってくれてたらさぞかし嬉しいんじゃないかなとうん、返せって言うけどねこの状態でそう売れたらこの状態で返せと返ほんと乗り心地もいいし、これ合成がここまでなかったらもっとポン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 してるのかなって感じもしますね。そうっすね。だからはいいいタイヤ履くとやっぱ足がね負けちゃうからやっぱまそうっすねた調整してみたいな。やっぱ今 7HRS も結構合成あるじゃないですか、うんこれでフロントが18キロとかかな。あそんな入ってるんですかこれ、うん全然ハンドルのねこのダラダラする感じも全然なくて、ちゃんとここが遊びがないというか、うん結構古い車こんでグワーッと振っても反応ない車多くて全然反応しないからねそうですよね。すごい。これはちょっとドラッグレースとかするんだったらもうサーキット行かないとダメですねこれ。前が開くと踏みたくなるでしょ。はいすぐ踏みたくなりますエンジンを楽しみたくなりますね、いやーすごいめちゃくちゃ乗り心地がいい。なんでこんなの。あと音も結構ドロドロ系じゃないんですねこれは。このマフラー自体が結構高音寄りというか。中間をねデュアルで作ったら音が余計甲高くなった。なるほどそこが結構大きいですねこれは。だから 1J 特有の音みたいな。そうですね、1J ももう単管みたいなのにするとドロドロなりがちじゃないですか、でももう若くないからちゃんと太鼓をつけて。いえいえ太鼓付きがね音が整いますよね、うん整う。はい、いやすごい。あと羽の音がすごいですねこのピューイーンっていうの。そうこのね GCG のターボは音がいいんだよめね。っちゃいい音するなこれ。聞こえるかな。すごい気持ちいい。いや最高だなこれ。もうゲート回した瞬間燃料を吹きまくってんだろうなっていう感じがすごいですねもう。でもね燃費とか考えてられないというか。まあ踏むと燃費悪いだろうけど街乗りじゃ67走るからね。あそんな走るんですね。走る。すごい耳痛いこれ。でもコーナーめっちゃしっかりしてるっていう。すごい全然走れますねこれ。なかなかいいでしょ。全然古さ感じないです。35歳。35歳でこれすごいいい。でもコーナーすんごいですね。頭の入りもいいしバッテリーどかしたら入るね。すごいですね。こんなに走るんだこれ。あと運転してて怖さはないですね。古い車特有のそうですね。あんまりね。足のフラフラ感もないですし、まあブッシュとか全部打ち替えてるからね。
確かにそこの辺は大きいかもしれないですね。いやー最高ですねこれ。そうサーキット行ってみたいんだけどね。いやーこれはあえて富士とかで走ってるのも面白いかもしれないです。エスケープが広いので、直線長いし。そうですね、直線長いしこの車には最高に合うんじゃないかなと、これには絶対ウイングとかはつけたくないですね。つけたくないね。絶対この仕様で行きたいですね。もう外装とかやることはないですもんね。もうそう外装やっちゃうとまたね20ソワラの良さがなくなっちゃうしね。そうですね、このあんまり空力とかはねそんなに、まあ今の時代の車とは全然違うかもしれないですけど、このカクカクさが売りなのに。でもやっぱアンパネをつけたらね全然高速走行が楽になった。この車実はリップの下からずっとオイルパンぐらいまでアンダーパネルも引いてあるんですよねこれ。そう作ってあって、多分ちょっと高速コーナーとかになるとそういうアンパネがかなり効いてんじゃないかなと。前はやっぱ120、30出すとフロントタイヤの接地感がなくなってきたんだけど、はいはい、つけたら全然しっかりしてる。こういう時代の車ってどちらかというと空力よりはデザインとか考えてないからね、はい、今の車にはないですねこういう楽しさは。そうこれがねやめらんないんですよ。今6代目でしたっけこれ。6代目6代目の気持ちは分かりますねたまたまねこの間生まれた孫も男の子だから孫にまで取っとこうかなと思って。これお孫さん大喜びするんじゃないですかねこれは。その時代ガソリンが売ってればね。そうですね、本当にもうガソリン車走れなくなる時代もいつなんだかね分かんないですもんね。車もどんどん EV 化しちゃって、本当今のモーターの車とかすっごい速いですもんね下から。早いよね。すごいもうテスラとかもうちょっと体置いてかれますもんあれは。あれ勝てないでしょ。勝てないですね。スタートダッシュ勝てない。もうやっぱこのガソリン車特有の楽しさはないっすよ。いやこれは乗りやすい。ドラッグレースとかでも全然そんな怖くないんじゃないですかね多分。クロスバー入れたらやっぱまっすぐ走るんだよね。そうですね、空転してもフラフラ感全然なくて、ないない安定しすぎて速度メーター見たらめっちゃ出てるみたいなそんな感じですよね。あとこのカーボンクラッチもそんなに激重じゃなくてすごい扱いやすい。そう軽いしハンクラあるし。ハンクラありますね全然、みんな気にされるのは多分あとお値段ぐらいじゃないですかねカーボンクラッチは。あーでも持ちがいいかなりいいからね。そう考えるとうまく使えば10万キロぐらい普通に乗れちゃうっていうから。これ XAD でしたっけ。これは ATS。 ATS、 ああ ATS ね。すごいなんか見た目フラフラしてそうなボディ剛性なさそうに見えるんですけど、こんなにしっかりしてるとは思わないです。そうまだね老体に夢中って頑張ってるんです。これは確かに35年前の車っていうともう1989とかですか。89。9すげえ。なんかこの車本当におっしゃる通り前が開いたら踏みたくなるっていう。いやー気持ちいい。コーナーもしっかりしてんだよなこれまた。いやーすごいわこれ。全然しっかりしてる。こうちゃんとハンドル切ってもそうね、まだ来ますもんね。入っていくから。すごい。結構古い車ってもう切ってももういかないなみたいな限界かなみたいなね限界かなってあるんですけどね。まだいけるんだこれ。いや多分これちゃんとブッシュ類をやり直してるからですよね。まあそれはでかいと思う。でかいっすね、ブッシュ類のやり直しとデフとかあと重量バランスの見直しもかなり効いてそう。いやなんか最近ちょっと高性能な車ばっかり乗らせてもらってたんで久々にこういう車乗るとやっぱり昭和の時代もいいなと。いやいいでしょ。1台欲しくなりますねこれは。ただここまで仕上げるのにまた1000万円以上するんじゃないかなと。なんだかんだ、まあ、ボディ含めて300万で買ってきて。そうだね今ボディが高いからね。そうですね。俺の方がトータルで700万ぐらいは使ってんじゃないかな。700ぐらいですか。エンジンも込みで。そう全部込みで。いやってことは今のボディまあ350万ぐらいで買ってもまあ汚いじゃないですか、結局。じゃあやっぱり1000万ちょいぐらいは1000万ぐらいかかっちゃうと思う。すごいなこれは。ロマンだけでは作れないですね。ある程度のその愛情といいますか。やっぱり愛かな。愛ですね。愛がないと作れないわこれは。
ごい。いや、あとこのアイドリングがいいですね。すごいな。バラ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 言っていや、る感じこれやりたいですね。やっぱり男の憧れですね、これは。このただものじゃない感がこのお仲間内でここまで仕上げて男同士でニヤニヤできる趣味ってなかなかなくないですか？ないよね。ないですよね、うん本当に。すごいな。いや俺ら若い頃ってやっぱ車で遊ぶしかなかったしね。はい、今いろいろ楽しいことがありすぎて、車以外の大人の人が車を持たない世の中になっちゃってるんで、この時代ってあれですよね、もう新卒で入ったらとりあえずフルローンでそうフルローンでソアラを買うとか。そういやあやったーローン取ったみたいな。そうですよね、何も考えずにデート行くならこのスーパーホワイトで行くみたいな。そうそうそういう感じいやー、ありがとうございます。これバックどっちですか？いや普通にこっちですか？うん。もうちょっとシェアリングカーとかっていうのはちょっと寂しくなりますね、本当に。まあ時代に合っててそれはそれでいいのかもしれないですけど、こういう車乗らせてもらうとやっぱり車遊びは最高だと。ねやっぱ最高だよね。いや最高ですね。いくつになってもやめられないんだよ。最高ですね。いやありがとうございます、本当に。いい